こんな時に会議か。おや、騎士団長も会議が終わるのを待っているのですか？メリア、会議に参加していると思っていました。あまりにも退屈だったのでこっそり抜け出してきました。議題は面白かったけど話が進まなくて聞いていられませんね。どんな議題だったのですか？あなたの想像通りですよ。ミイラ隊長がパインレイドの問題に介入することを決めました。彼女は首都ダニューブの司教であり、その地位は教皇の直下、評議会より上です。他の教区に対する不干渉の原則は彼女には通用しません。なるほど。では彼女がいい結果をもたらしてくれることを祈りましょう。どうでしょうね。その後は聞かずに出てきてしまいましたから。でもその前に明かされた真実にはあなたも驚くと思いますよ。真実。簡単な話じゃなさそうですね。ええ、確かに。よく聞いてくださいね。パインレイドの司教によると、7年前に失われたとされていた聖遺物は実は東エリアに寄贈されていたのだそうです。セント・ドーマスが掘り出した聖遺物が一体何だったのかご存知ですか？数千年にわたって謎に包まれてきた奇跡の象徴、燦然と輝く教会の聖遺物の正体は巨大な原初ニムビウスの結晶だったのです。信じられません。メリア、それは本当ですか？前世紀の初め、唯一の原初ニムビウスの鉱脈がカティア地域で発見されて以来、あらゆる場所で探し続けたにもかかわらず、同じものは見つからなかったのですよ。数千年前にパインレイドで発見された結晶を、当時の人々は理解できないまま聖遺物として保管してきたというのですか？最初に聞いた時は驚きましたが、よく考えてみると全然不思議なことでもないと思います。セント・ドーマスが見つけたのはたった一つの結晶だけで、カティアの鉱脈とは比較にならないものでした。地殻の変動が関係しているのかもしれません。地殻の変動によってカティアの鉱脈が分裂して、その一部がですか？それが聖遺物の正体なら、なぜ司教が東エリアに寄贈したのかも理解できます。原初結晶の流通はアイニスが厳しく管理しているため、パインレイドのような小都市では研究したくても申請が通らないでしょう。科学を崇拝する東エリアにとって貴重な贈り物だったことは間違いありません。だからこそこの贈り物で東西の関係を改善することができると司教は考えたのです。しかし聖遺物が偽物にすり替えられたことが熱狂的な信者によって明るみになると、さらに一部の人の扇動によって事態は制御不能になってしまいました。これがあの騒動の原因ですか？なんて皮肉なことでしょう。会議に参加していた他の聖職者たちの反応はどうでしたか？聖遺物が神聖なものでも奇跡的なものでもないと知ったら。彼らはすぐに受け入れましたよ。少なくとも表面上は。聖職者たちを堅物の集まりだと思わないでください。今の時代、私と同じように聖職者を職業としてしか考えていない人もたくさんいますので。ならなぜ教会がさらなる改革を行わないのでしょうか？その質問は私じゃ答えられませんよ。
鐘が鳴りましたね。やっと会議が終わったようです。ミイラ司教を捕まえて詳しく聞いてみてはいかがです？私は人混みに紛れますね。見つかるとやばいので。コースガードさん？こんなところで会うなんて政治に興味を持つようになったのかしら。私が興味があるのは人々の未来を守ることだけです。そのために政治が必要なら手段として排除はしませんよ。素敵な答えね。で、何か私に聞きたいことでも？一つ質問があります。難しい質問かもしれませんが。いいわよ。会議でも質問に答えられないことなんてなかったわ。でもあなた自身はどうかしら。答えを受け止める準備はできてるの？その答えが私の信念を揺るがすかもしれないと。騎士団は現在と戦い、聖職者は人の心の現在と戦う。私が抱える難題を理解するためには人類の根本的な悪と向き合わなければならないわ。レベレーションスプリングの一員としてあなたが持つ美徳は疑う余地はない。でも私の答えであなたの純粋さが試されてしまうかもしれないの。だから質問する前に確認させて。教会の剣であり人類の盾であるコースガード。人々がどんな選択をしても未来がどこへ流れてもあなたは自分の使命に忠実でいられるかしら。人々が最終的に何を選択するか私は気にしません。それが伝統なのかそれとも進歩なのか、信仰なのかそれとも理性なのか、私が大切にしているのは人々の選択する権利です。不純なものによって惑わされたり扇動されたりせず、自らの意志で選択できることを願うだけです。その選択がどのような未来をもたらそうとも私たちは背負っていかなければなりません。これが私が求める純粋です。ですからたとえ何があろうと私は人々のために迷わず剣を抜きこの身を盾にするでしょう。これまでと変わらず騎士の栄誉と使命に忠実であり続けます。まさに期待通りの言葉ね。あなたの意志確かに受け取ったわ。それじゃあどうぞ質問して。聖卓教会が追放された罪人の魂を救いこの危険な地に足場を築き上げたことは誰もが知る歴史です。長らく時が止まっていたパインレイドは1000年の時を経てついに動き出しました。東エリアの発展はまさにその第一歩です。では停滞している我々教会は西エリアはいつになったら歩み始めこの古代都市を前進させることができるのでしょうか。ミイラ隊長、いいえミイラ司教、迷える魂の質問にお答えください。聖職者が理性と進歩に抵抗しないなら教会は一体何を恐れているのでしょうか。ここまで追ってくるとは思わなかったわ。市役所近くの路地に銃を持った奴らが現れるなんて。パインレードの問題は
想像以上にヤバいってこと？またいる。見えなくなっちゃった。これ以上深入りするのは危ないわね。警察を呼ぶのも難しいし、市長の手先って可能性もあるわ。まあここまで来たんだし、とりあえず周りを調べて、ヤバそうならすぐに撤退ね。あれはヘイン？なんでここにいるの？もしかしてつけられた？それともドライバーの訓練をしてきた私ならともかく、ヘインみたいな一般人が市長のことを調べてるなんて感動するけど、すごく心配だわ。調査は後回しにして、ヘインの保護が最優先ね。ここは犯罪組織の秘密基地？それとも武装勢力の拠点？なんで荒野にこんな場所が？死者。